ここは日本ですよって分かってほしいことがある。少し前は、いやもうやってない、見て分かんないよみたいなことあるじゃん。Our channel purpose is to share Japanese culture and lifestyle to the foreigners who are interested in Japan. Hope this helps someone who is planning to visit Japan or thinking about living in the countryside of Japan in the near future. Today's topic is about don't do's in restaurants. Let's hear their reaction about today's topic. 今回は、日本の文化や、ライフスタイルを紹介していく番組を作っていて、いくつか質問してから本題に行きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず簡単に、どういう客層の方が、来店しますか？観光のお客さんが1割ぐらいのことでずっとお店をやってきたんですけど、最近はコロナもあったりいろいろあって家飲みも増えてきたので、観光客の方が圧倒的に多いという形になってきているのが現状です。ではこれはしてほしくないなとか、これは文化の違いかなっていうのは何かありますか？海外の方たちでいうとできることなら座敷に靴で上がらないでほしいぐらいかな。あとはそんなに海外の人で困ったことはないです。逆に海外の人たちの方が日本の文化について知りたいとか、そういうことを思ってらっしゃる方が多いみたいで、文化の話とか音楽の話、そういうことを言うと喜んで乗ってくれるので、海外の人が扱いにくいと思ったことはないです。私は旅慣れてる、俺はこういうところは大丈夫だって言って意外なわがままを言われたり、本来注文されてもそれはできませんよっていうものを、それはないのかってもう一度聞き直されたりすることはあります。そういう時にはもう一度ごめんなさいねって謝るしかないけど、そのぐらいかな。あんまり子供が騒ぐことについても俺はあんまり気にしないと思う方なので、他のお客さんに迷惑がかない限り俺に若干の無理を言ってもそんなに気になりません。ただできることなら分かってほしいなと、ここは日本ですよって分かってほしいことがあると思います。ありがとうございます。では最後にメッセージをお願いします。僕の携帯はいっぱい言語が入っているので大概の言葉はこいつが何とかしてくれるので頑張ってみます。はい、ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。海外の人に向けて日本の文化やライフスタイルを伝える番組を作っていて、いくつか質問していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どういう方が食べに来られますか？うちは、観光客さんはあまりいなくて、地元密着型のアットホームな感じの地元のお客さんがもうほとんどですね。ほとんど。はい。では本題です。こちらのお店とお客さんの間で食い違いなどありますか？最近は海外からのお客様がこう増えてきて、昼間入り口を開けたりなんかしていると、うちはディナーオンリー、夜しか営業してないけれども、扉が開いていれば、もう回転してるものだと思って、もうどんどん入ってきちゃう。それで下手すればもう座る勢い。そうなんですね。そういやランチやってないのよ、ディナーオンリーよって言っても、空いてるじゃないの。で、あと日本の文化で私が思ったのは、こののれんが出てるか出てないかっていうのを外人さんは分かんない。中のれんと外のれんの意味で、日本人の方はのれんが出てないね、今やってないんだ、準備中なんだってなるけど、外人さんは中にのれんがあろうが外に出てようが、自分が入りたい時に空いてれば入ってしまうみたいな感じで、それオープンとかクローズとかっていう札があるかもしれないけれども、
もうやればいいのかやればいいのかだけどまあこう癖でね、はい、うん、そうですよね。やっちゃうね、はいうん、だけどまあそのやり取りもね、うん、今はちょっと楽しむような感じにして今やってないのよ夜来てちょうだいみたいなある意味みんな楽しみそう、うん、そのやり取りも楽しめるように今はなったかな、うん、少し前は、はい、いやもうやってない見てわかんないみたいなことあるじゃんはいそうですよね、そんなこともあるかな、うん、そうであとはね外人さんはよくね自分のマイドリンクをさ、もう持ち込みしちゃうんだよ、はい、たとえお水だろうが、買ってきたものを、はい、で普通に、まあ、食事が運ばれると、普通に飲み出すわけそれは、まあ言わないけれども、他のお客さんが見て、みたいになるラストオーダー間近に大量にそう、だからもうそろそろもうあと30分ぐらいで、ラスト閉店時間なんだけど、まあ、ラストオーダーギリギリかなぐらいの時間に来る、都会の人はそっからがゴールデンタイムだと思うんだ。なるほどね。例えば9時10時からが、田舎はもうほら6時7時がゴールデンタイムだけれども、都会の人はさ8時9時10時そっからが飲み出す時間なんだよ盛り上がる時間。その田舎はその頃にもう終わるから。終わりですよね。次の店に。そのギャップ。なるほどね。じゃあ時間の違い、感覚の違いかな。言葉が通じなくても SNS の画面をこう見せてこれって1年通した SNS を見てくるから、例えば真夏にお電話くださいとかあるわけ。いやいやこれは冬の食べ物で、ね、今はないのよ、なんでないの。なるほどね、季節はわからない。ありがとうございます、最後に日本に来る人に向けて何かメッセージとかあれば。やっぱりさっき言った日本の四季を楽しんでもらいたい、まあね、今は秋から冬にかけてだからすごい外人の方も紅葉はすごい楽しいんだと思うし、でね、アジア圏なんて雪の降らないところの国の方はこれから冬、ね、日本に来て雪を見たり、すごい寒いけど雪を見たりね、そうですね、で今度春になれば桜も咲くし、やっぱ日本ってそういう四季があるから魅力がいつ来ても楽しみ方がある、かな、はい、ありがとうございました。はい。